皆さんこんにちは。さて先日ホンダさんから EHEV の次世代技術ということでホンダ S プラスシフト、こちらの方が発表されまして、モータージャーナリストさんも含めて S プラスシフトの技術が搭載されているプレリュードのプロトタイプに関しての試乗動画の方が出ていたかと思います。でこのプレリュードの試乗動画の他にもう皆さんご承知かと思いますけれども、なぜかこの新しい技術の EHEV がベゼルに乗っかっていて、そのベゼルの試乗をしているっていう、そういった動画の方も出ていると。でこの新しい技術に関してはプレリュードを皮切りに、次世代の EHEV の車に順次搭載されていくということであるわけなんですけれども、今回はこのベゼルの 1.5 リッターの EHEV の次世代の技術が乗っかっているモデルですね。これに関して現行のベゼルのオーナーが見て期待されること、どんなことあるのかというところを少しお話の方をしていきたいと思います。ベゼルのプロトタイプ、様々な方が試乗されているんですけれども、見てて非常に面白かったと思ったのが、モータージャーナリストさんのゴミさんですね。あの方が載っている動画の方をちょっと拝見していて思ったんですけれども、今私もマイナーチェンジ後のベゼル乗っています。EHEV のモデル乗っています。試乗会では4駆のモデルだったので、私は2駆のモデルなので、挙動自体が全く同じになるというわけではないんですけれども、S プラスシフト、こちらの方が動作している状態で乗っている時のベゼルの動き方、挙動っていうところが普段私が乗っているベゼルのような動きではなくて、よりスポーティーなスポーツモデルのような動きをしているなというところがすごくね印象的だったと。より地面に食らいついて走っている感じ、傾きが本当に少なくって結構速度が出ていたと思うんですけれども、その中でもすごい安定感を持ってこのカーブをバーッと通過していくと、あの辺りはすごいなと。もうちょっとね、今の私が乗っているベゼルだと挙動が不安定になる部分が出てきそうだなと思う中、ああいった動きをしていたと。でおそらくあれがS プラスシフトという中で、新しい次世代の技術が入って、多分トルクの出方とかいろんなものが変わってきていて、ああいう動きになるんだろうなというふうに思いますし、シフトアップ、シフトダウンの時の音の演出もそうですし、変速ショックっていうところまで表現されているというところで、走っている途中にパドルを使ってそのシフトアップ、シフトチェンジとかをやって、実際にそのエンジンの鳴る回転数とかもすごく変わっていくのも動画見てるだけでも分かっていて、いやこりゃすごいなというふうに思いました。今回この次世代の EHEV が出ますというところで、プレリュードっていうところ、これに乗るんです。プレリュードがこうなりますっていうところがほとメインというか、これが主題のはずなんですけれども、なぜかベゼルに乗っていると、その新しい技術が。でこれ 1.5 リッターだからっていうところだと思うんですけれど、走りとかっていうところを考慮すると、かつすでに RS が出てるというところを考慮すると、あれってフィットでもよかったんだと思うんですよね。逆にフィットの方が形状であったりとかスタイリングであったりとか、例えばフィット RS とか乗せた方がもっと楽しめる車になるのかもしれないなと、あえてベゼルに新しい技術の EHEV をプロトタイプということで乗せてきた。それをああいう形でモータージャーナリストさんたちに乗っていただいて、さまざまなところで動画が出ていくようにしたっていうのはなぜなのかなと思うと、2025年来年にはベゼルの RS が発表されるんじゃないかという話が出てきていると。そうすると、もしかしたらこのベゼルのもうこの RS というところからこの 1.5 リッターの次世代の EHEV っていうのを乗っけてくるっていうことなのかな、その布石で作ってるのかなっていうところがものすごくね気になったところであります。ベゼル乗せられるということは分かったということは、多分ベゼルには乗せるんだと思うんですよね。今年の春のタイミングでベゼルに関して言うと、すでにマイナーチェンジをしているというところで、多分またマイナーチェンジをして変えるっていう可能性もあるのかもしれないんですけれども、まずそのマイナーチェンジしてから1年ちょっとかのタイミングで大掛かりなことをやるのかなと思うと、もしかしたらやはりこのベゼル RS っていうところに標準を合わせてその新しいものを入れてくるっていうのはあり得るのかなとはちょっと思っています。通常モデルとは違って新しい仕組みを入れて、よりスポーティーに楽しく走れるっていう、
そういった RS としてベゼルを出してくるっていうことは十分にあり得るなと思って、ちょっと私は心が非常に今ざわついているっていうのが実情であります。でベゼルの、RS っていうところになった時に、まさかその RS 専用のチューニングが絶対してくると思うんですよね。フィットの時とかもそうだったんですけども、フィットの RS っていうことでチューニングされて、非常に足回りガチッと固める。もちろん、やはりこのスポーティーに走れるというところでいくと、足回り柔らかすぎてしまうと、ワイニングが走るときに不安定感増してしまうので、結構足回り固めてくるっていう形になって、フィットに関して言うと、通常モデルと RS モデルでは本当に乗り味が違う。フィット RS の方が結構もう硬いって感じの足回りだったんですね。なので、ベゼル RS に関してもおそらく足元を固めてくるとは思うんですけれど、そうすると今のベゼルって非常に乗り心地がいい。特にマイナーチェンジを経て、よりこの乗り味っていうのは洗練されて、ベゼルというこの車格よりも上のランクのレベルの乗り心地っていうところにもういってるような形で、硬さとかを感じる場面も本当にないですし、揺れも本当少ないというところなんですけれども、おそらく多分硬くなってくるとは思うんですよね、RS が。その時にね、あまり硬すぎないような乗り味になってほしいなっていうところはちょっと個人的には思っているところではあります。うちはフィット RS の EHEV というモデルですね。ガソリンも EHEV も両方とも乗っているというところなんですけれども、この S プラスシフトという技術は、多分フィット RS に乗せるともっとすごいんだろうなとか、フィットの RS の凄さがより研ぎ澄まされるんだろうなというふうにすごく感じるんですよね。今のフィット RS EHEV も加速感もすごい切れるナイフのような形でのハンドリングが楽しめると。でそこにS プラスシフトっていうものが入ってきて、このパドルのところでシフトアップシフトダウンっていうのを楽しみながら走れるって、これもすごい。その意味でフィット RS にも早く乗せてほしいなというふうに個人的には感じてもいるというところでございます。ZRV にもね、この新しいこの S プラスシフト乗せてほしいなって思ってはおります。ZRV に関して言うと、モデルとしては通常モデルだけがあって、RS とかもちろん設定はされていません。そこに将来的に何か走りをより楽しめるようなモデルが出るとすると、おそらく ZRV にもこの S プラスシフトを乗せるっていうことにもなるのかなと思っているんで、今のね ZRV も走っててすごい楽しいんですけれども、S プラスシフトが乗ってくるとよりね走ってて面白さが増してくるんじゃないかなと思っています。ベゼル、2021年に出たモデルから乗っていまして、今回マイナーチェンジも追いかけていって、マイナーチェンジ後のモデルにも乗り換えて、このマイナーチェンジのモデルも本当にすごいいいモデルで、我々もその動画の方でやっぱりここでマイナーチェンジモデルすごいよっていう話をよくしていて、完成度の高い車なんですが、ここに S プラスシフトが搭載される車では RS も含めて出てくるとなると、確かにいいなと思いますし、そうするとより車の完成度っていうか、車自体のこのレベルがぐっと上がってくるところになるのでいいなと思います。あとベゼルの人気というところにもさらに火がついてくるんじゃないかなというふうに思う反面、やはりこのマイナーチェンジ後のモデル、マイナーチェンジ前のモデルも含めて乗っている、オーナーの立場としては悔しいというか早めに出してくれればそちらを買ったんだけどなっていう、そっか、でも1年半経ってくる中であれば、そういう新しい技術も入れてくるよなというちょっとね複雑な気持ちもねちょっと持ち合わせてはいると、今のベゼルがいいからこそやはりこの RS がさらに良くなってくるものが出てくるんだろうなと思うと、ちょっと残念な気持ちもある一方、今のベゼルもいいぞというふうに思う気持ちというところも全然残っているというそんなところでございます。ということで今回は S プラスシフトという本田さんの新しい技術、こちらの話の中で、プレリュードではなくってこれがベゼルの方にも乗っかったモデルが試乗会のところで出てきましたよと、そこを前提にやはり現行ベゼルのオーナーの立場でこの新しい技術に対して感じること、またそのベゼルにそれが乗ってきたというところについて思ったこと、ここを中心にお話の方をいたしました。今回の動画面白かったら参考になったなと思っていただきたいでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後も
フェゼルに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。